皆様お疲れ様です。引っ越しを機に DIY にハマった主婦アンです。今日は中古で購入した我が家に加えた数々の DIY の奇跡を紹介いたします。よかったら最後までお付き合いください。それでは改めていらっしゃいませ。まずは玄関から。初めからついていたシューズクローゼットの隣にある謎の隙間に縦長の棚を作ってはめ込みました。今から7年前の2017年、この隙間にこんな風に当時は棚をはめ込むだけでしたが、2年後扉兼姿見をつけました。よく見ると上段はディスプレイに使っていて、2段目は夫のエンジニアブーツ、3段目からは姿見付きの扉がついていて、中はこんな風になっています。3段目と4段目は私のブーツが入っていて、一番下には傘や夫の素振り用ゴルフクラブが収納されています。扉がカチッと閉まるようにポールキャッチもつけました。落下防止用の鉄の丸棒もついています。傘を引っ掛けるための取っ手もつけました。濡れている傘は玄関の外の傘立てに入れて、乾いたらここにしまって収納しています。姿見は100均の鏡を連結させて作りました。手作り感が満載すぎるので、オーダーメイドの鏡が欲しいなと思っているところです。こちらは夫のランニンググッズです。100均のマグネットがついているアイテムを使って引っ掛けて収納をしています。よくあるシューズクローゼットのこの部分がもったいないなと思ってしまうので、ここにもはめ込み式の棚を作りました。杉の抜き材を使用しています。ワトコオイルで着色保護をしてあります。背板には黒板塗料をペイントしたベニヤ板が入っていて、こんな風にチョークで落書きがしてあってお気に入りです。もう一つお気に入りポイントがあります。それはこちらです。流木をキーフックにリメイクしたものがついている、これもボックスになっていて、はめ込んでいるだけなので簡単に外せます。すのこをリメイクして作りました。なのですごく軽いものになってます。中にシーズンオフの靴をしまえるようになっています。初めは1段だったのですが、2段にできそうだったので、合板で仕切りを作って2段にしました。忍者屋敷の隠し扉みたいなサプライズ感のある DIY が大好きです。玄関のドアの反対側の壁です。腰壁風に DIY をしてあります。この板はマスキングテープを貼った上に両面テープで付けているので、原状回復が可能となっています。いろんな形のフックをつけて、靴べらや、こちらは手作りしたはたき、履かなくなったデニムの端切れなどで作りました。どちらかというとディスプレイのお仕事の方に重きを置いております。エコバッグの中にはスヌードやバッグに入れ忘れた時のためのエコバッグがまた何個か入っております。この場所もちょっと飽きてきたので、腰壁風にするために貼ったベニヤ板を外そうかなと思っています。玄関のすぐ隣にあるのがこのチャンネルでよく登場するアトリエです。この部屋の DIY については何本も動画になっているし、今回は割愛をいたします。今はお仕事用のサンプル作りなどを知っていて散らかっております。ちなみにここは以前は私の花嫁道具が置いてありました。こちら側も以前はこんな感じだったり、こんな感じだったり、短いですが変化の歴史があります。シューズクローゼットの隣には最近動画にもしたミシン足のテーブルがあってディスプレイがしてあります。
アトリエのドアの隣にはレンガとノジ板で作った靴収納の棚がございます。天板の上には私の好きなジャンルの雑貨たちを並べています。この板壁はラブリコを柱にして DIY をしています。2x4 の上にペイントしたノジ板を貼っています。この辺りもちょっと遡ってみましょう。パーテーションみたいなものを DIY してショップ風ディスプレイ時代。2017年、7年前にこの壁を板壁にしました。ディアウォールで柱を立ててノジ板を全面に貼ってディスプレイを心置きなく楽しんでおりました。現在はもう少し物を減らしてすっきりとしたインテリアにするのが目標なので、この板壁もドライフラワーしか飾ってないし不要かなと取り外そうか今検討中です。玄関の DIY の軌跡はこれくらいで、次は洗面所に移ります。バスタオルなどを置いている棚はこの家を買った時に入ってくれたリフォーム会社さんから譲ってもらった端材で、当時は DIY をしていなかった私に代わって夫がつけてくれました。当初は私があれつけてこれつけてとオーダーして夫が休日に作るということをしていましたが、私のオーダーが止まらないため夫の休日が潰れまくり、なかなか思うようにいかなかったので私が電動工具を使い始めました。これが私が DIY を始めたきっかけと言えるでしょう。棚受けはホームセンターで購入した木製のもので、 DIY したティッシュケースを内側からビス止めして固定をしています。ティッシュケースを固定しておくと片手でもティッシュを引きやすくて便利です。100均の小さな棚を取り付けてちょっとしたものを置いたりスプレーを引っ掛けたりして収納しています。洗濯機と洗面台の間にある隙間を利用してワゴンを DIY しました。ちなみに初代のワゴンはこちらです。スノコを取り入れた DIY 初心者の頃に作ったものです。一番上には毎日使う洗剤と柔軟剤など、2段目には替えのティッシュ、3段目には洗剤や柔軟剤の詰め替えストックを収納しています。洗面台とだいたい同じ高さなのが気に入っています。洗面台の下の隙間にもワイン箱をリメイクした収納ボックスを入れています。ストックもう雑に入れてるんですが、いろんなもののストックをここにひとまとめにしてます。歯磨き関係ですね。歯ブラシをね、結構うちはみんなこれを使ってて、で色をね分けて使ってるんでストックがないと非常に不安なんですよ。はい。でこれは磨き粉とか歯間ブラシとかのストック。棚は私が DIY しました。ビフォーはこんな感じです。もっと機能的な部分も増やしたかったので棚を作りました。うちは3姉妹、1人はねもう独立して家にいませんが、女子2人と私で女3人分の基礎化粧品っていうのかな、もう溢れてしまって棚の上にも置いてあって、この鏡のこの中も全面棚なんですけど、これは本当に作ってよかったなと思ってます。歯ブラシがねこうやって浮かせて収納して、これはピッとすると殺菌してくれるっていうやつで、Amazon で、3000、4000弱で買ったんですけど、全然壊れもしないし、本当に除菌されてるのかって言われると目に見えるものじゃないので分かんないけど、こう充電式だしうちは気に入ってます。でこの浮かせて収納できるっていうのがすごく私にとってはポイント高くて、ここに棚をつけて、で歯ブラシスタンド置いて家族5人分立ててた時もあったんですけど、それだとやっぱ棚が濡れるわけですね。ストレスだったもんで、もうめっちゃこれは嬉しい、画期的なで、しかも除菌もできるって最高ですよね。歯磨き粉なんかもこの辺に置くのがなんか私はすごく嫌なんですよ。余計私掃除がねあんまり得意じゃないので、ここに物を置くと本当に掃除しなくなっちゃうんですよ私。
だからもうこれだけ置いとくのはこれだけにして、あとはもういつでも使ったらすぐ拭くようにしてれば最低限の清潔は保てるので、こんな風にしてます。でこの棚の下にこういう100均のアイアンバーをかけてタオルかけにして、これねなんかもしかして錆びてくるのかなと思ったけど全然大丈夫でした。もうずっと何年も使ってます。でこのフックはホームセンターでね買ってアイアンペイントでペイントしたものなんですけど、これに私は夜お風呂上がりに使ったタオルをここにかけておいて、朝もそのタオルを私は自分のを使ってます。ここら辺にはだいたいねなんかマスク引っ掛けたりしてましたね。でここはこのフックはコップ掛けにしてたんですけど、なんかコップってあんま私洗わなくってすぐこうねなんていうの汚くなっちゃうんですよ。だからみんなコップ使わないです。こうやって手でこうしてこうやって口で持ってってうがいするスタイル、みんなそのスタイル、そんな感じです。コップ置かなくしたらみんな多分そうやってますね。でなんかここのフックが余ってたんで、これは長女のヘアスプレーをまたこの辺に置くわけですよ。もうそれが嫌で私がいつもこうやってかけちゃう。何でもかけちゃう。でこのアイロンもですね、長女がねもうこの辺に置いとくんですよ。朝使ったら冷ますまでと思ってこの辺に置いといてそのまま会社行ったりするんで、それが私がストレスだったもんで、これ楽天で2000円ぐらいで購入しました。もう熱いままここにさせるんです。耐熱のなんか素材でできてて熱いままいけるんで、ここにスポンって刺してここでコードまとめてギュッとしていってもらってます。それを習慣化してもらってます。とにかく私は引っ掛けたりかけたり壁につけたりするのが好き。なんか置きたくないんですよね。なんだろうこの習性で、ここが私のアクセサリーボックスになってます。私ドレッサーっていうものが家にないので、メイクはメイクポーチを持ってきてリビングでするんですが、ここに出かける前にパッと開けてピアスを選んだりネックレスを選んだり時計を選んだりしてます。もっとねアクセサリーボックス他にもあるんですけど、ここにはかけられるものをここに引っ掛けるって感じでここに収納してます。でこの扉なんですけどA4 のフレームにベニヤ板をつけてペイントしてつけたもの、これを扉にしました。これもマグネットキャッチついてるのでガチャッと、マグネットキャッチがついてないとやっぱビラーンとこう開いてきちゃうんでマグネットキャッチつけました。でこの鏡も100均のもので、100均の鏡を外してフレームつけてボンドかなんかでくっつけちゃってます。でこれは100均の有効ボードをなんかこのサイズにカットしてこう本みたいな感じにしてねここに取り付けました。こういう感じでこんな感じです。こちらの浴室側の壁というか引き戸の前っていうのかな、ここにこういうラブリコで柱を2本立てて板壁をずらーっとして、こんな風に洗濯かごをね引っ掛けたかったんでこんな風にしてみました。以前はこんな感じのワゴンを DIY していましたが、幅を取るので壁面収納に切り替えました。でここには、その日着るパジャマとかをここにポンと置いて服を脱いで洗濯かごなりなんなり入れてます。でこのフックにはお掃除する時の靴を乾かしてからそこに置いてます。これは長女はすごく柔軟剤とかにめちゃくちゃこだわりがあるので自分のものを自分で洗濯しております。私はここにね洗濯物が溜まってるのが嫌いなので結構洗濯間ですね、すぐ回しちゃう。というわけで長くなりましたので今回はここまでにします。次回は愛病クッキーのトイレ付近と人間用のトイレとキッチンの DIY 奇跡ルームツアーになります。よかったらまた見に来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。